さあ、皆さんどうもこんにちは。前回ね、結構インパクトのあるものを紹介しましたけども、今回はブレーキ編ということでですね、自分のドリームバイクのいわゆるブレーキ周りね、どうすんのというところをご紹介していこうかなと思います。その前にね、1個、ごめんなさい。前回ね、俺 BB 紹介するの忘れちゃった。BB もですね、もう買ってて、はい、こちら、同じですね。ホワイトインダストリーズの BB にしました。ここはね、そんなにホワイトじゃなきゃダメってわけじゃないんですけども、統一させた方がかっこいいかなと思って購入しました。セラミックじゃないやつですね。普通のやつですけども、それでもですね、美しいですよ。これも削り出しで作られてるモデルですね。ちゃんと凹凸があってですね、非常に美しい見た目になっております。ディスクブレーキですね。今回はディスクブレーキなんですけども、こちらにしました。もうね、大好き。グロタックのイコールです。もうね、正直めっちゃ好き。かなりドハマりしてます。油圧じゃなきゃ全部これがいいぐらい。それぐらいですね、気に入ってます。機能性と利便性、あとデザイン。全部好きですね。イコールのディスクブレーキキャリパーで、フラットハンドル用のものを購入しました。ドロハン用とフラットハンドル用とですね、ちょっと実は違うので注意しなきゃいけません。イコールはね、そこそこいい値段します。ディスクブレーキなんでね。はい。私のエトスのブレーキ、ゴールドカラーなんですけども、今回のイコールのブレーキは違うものをチョイスしました。じゃん。かっこいいね。シルバーのカラーをチョイスしました。せっかくなんで見せましょう。かっこいいよ。美しいね。やっぱり。今回の僕のバイクは、フレームをですね、ちょっとマッシュスティールのシルバーっぽい感じの色にしたいと思ってるんですよ。そこにですね、ケルビンロゴは黄色だったり赤だったりっていうので、ストリート感強めな感じの塗装にしようかなと、今検討中ではあるんですが、こちらがイコールでございます。ブレーキですね。こんな感じでですね、フォークだったり、フレームにですね、つく感じですね。ここにローターが挟まって、キュッと締まるような仕組みになってます。機械式のブレーキなんですけども、精度力かなり高くてですね、とても気に入ってます。機械式なので、輪行とかね、するときに、何かの拍子にギュッとレバー握っちゃって、戻らなくなるみたいな現象がないです。機械式なんで、離せばちゃんとね、離れてくれるので、とてもですね、僕は気に入ってて、あと重量もね、軽いとか、そういったメリットがあります。で、プラス機械式のメリットはですね、ブラケットが小さくて済むっていうのもね、すごくね、いいなといったポイントなんですけども、いずれにしろですね、ドリームバイクにはイコールをつけようかなと思ってね、購入しました。なかなかね、美しいんじゃないでしょうか。これはこれでやっぱりね、僕はかっこいいなと思うんですよね。黒いね、ディスク用のブレーキあるけども、シルバーはね、ありそうでなかったのかなと思っております。では、ブレーキをお見せしましょうか。足回りは結構こだわって自分の中でね、少し贅沢してしまった部分もあるんですけども、ブレーキはですね、僕あえてめちゃくちゃ安いものを使ってます。こちらです。ダイヤコンペですね。ピスト乗りだったらね、もう定番中の定番。ダイヤコンペの MX122 っていうですね、フラット用のブレーキになります。これね、2000円しないです。1700円、800円とか、そんな感じ。いやー、ブレーキ周りこそやっぱ気使わなきゃダメでしょと思う方もいると思います。はい。僕もね、もちろんそれは分かっております。ただね、このダイヤコンペのブレーキをなぜ僕がチョイスしたかっていうのはですね、このブレーキにはとても思い入れがあるからなんですよね。学生の時にピストを乗り始めて、片道15キロをですね、通学でピストをずっと乗り回して往復で30キロ毎日乗ってきたんです僕は。でその時にこのダイヤコンペのブレーキレバー、そしてカンパのベローチェかな、のねキャリパーブレーキをね使ってたんですけども、今回のドリームバイクは高級パーツをバンバンつけるっていうわけじゃないんですよ。足回りはねそういう感じになっちゃいましたけども、あくまでも原点復帰。ケンタのその自転車を乗り始めて10年ぐらい経って、その集大成ということであくまでも思い入れのある自転車、自分がねいいと思ったパーツをですねチョイスして組みたいと思ってるわけですね。っていうんで、このダイヤコンペは一番手に触れる部分の一つなんですよ。自転車のパーツの中で、ハンドルバーとブラケット、ロードだったらね、フラットバーだったらブレーキ。このブレーキレバーめちゃめちゃみんな使うでしょ。このブレーキレバーがついた自転車に僕はですね乗り、そこから自転車人生が始まったっていうですね、思い入れ深いパーツなんですよ、これ。今回作る自転車の中で、結構僕の中では目玉パーツなんです。イコール使ったり、カーボンのチェーンリング使ったりとか、あるんだけど、なんでここだけダイヤコンペなのっていう風に突っ込まれ待ちです。そこはポールじゃないのとか、そこはスラムにしないのとか、いろいろこうね、かっこいいハンドルあると思うんですけども、
そこは僕はダイヤコンペでいきたいと思ってて、このダイヤコンペのブレーキも十分止まりますし、イコールとね、組み合わせることでどうなるのかっていうのね、気になりますし、初めてピストを組んだ時のブレーキのこの感覚をですね、またこう味わいたいなと思ってですね、このブレーキをチョイスしました。高級パーツではないんですけども、僕はこのパーツがとても好きでですね、今回チョイスしました。今一度見ましょうか。ピストノリとかだったらもう定番中の定番の商品です。カラーラインナップもめちゃくちゃたくさんあって、本当に簡単な作りなんです。シンプルな作りなんですけども、それでいいんです。はい。ブレーキタッチとか、見た目の造形とかは、当然 CNC 加工だったらポールとかからいいの出てますよ。でも、それよりも僕はこのダイヤコンペのブレーキの方がですね、やっぱ思い入れが強くてですね、ケンタ、ドリームバイクの集大成のパーツとしてはですね、すごくこうマッチしてて、ぴったりなんじゃないかなと思って今回チョイスしました。ブレーキ周りはそんな感じで、このイコールのディスクブレーキとダイヤコンペの組み合わせでね、今回ね、やっていきたいと思います。まあよく言えばね、こっちがちょっとクロームっぽい、キラキラした感じで、こっちはちょっと艶消しっぽい色なので、若干色味は変わっちゃうんですけども、まあかなりね、離れてますので、そこまで気にならないかなと。で、ハンドルバーはですね、ダイヤコンペのこのクロームっぽい色とですね、マッチしたやつをチョイスしてますので、まあその辺は問題ないかなと思ってますが、どんなバイクになるか楽しみですよね。自転車を選ぶ基準っていうのはですね、性能とか、まあもちろん高級パーツを使うっていうのもね、大変いいことだと思いますけども、それ以上にやっぱり自分の使いたいパーツ、値段じゃないですね、思い入れのあるパーツ、自分がいいなと思ったパーツをですね、使うことが一番大切なことだと僕は持っておりますので、もしかしたらね、いや、ケンタさんそこはポールにした方がいいっしょとかって思う人もいると思いますけども、僕はね、このダイヤコンペのブレーキレバーで育ったと言っても過言ではないので、このブレーキレバーを使って10年記念の自転車を作っていこうと思います。初めて自転車乗る人も含め、大変僕はおすすめできるブレーキレバーなので、もしもね、自分のクロスバイクとかね、イメチェンしたいなっていう方はね、ぜひ見てみてください。きっとね、満足できると思います。ということで、今回の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ケンタドリームバイクパーツ公開。今回はブレーキ編でした。イコールのブレーキとダイヤコンペ MX122 ですね。この組み合わせで僕は行きたいと思います。はい。では、また次のパーツ紹介でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。